今回はマグネットジェルでフレンチデザインなんですが、全体をマグネットで塗って磁石でフレンチをしたら、角度によってフレンチ以外の部分が見えるのが嫌だなということで、フレンチ部分だけをマグネットでする方法をやってみたいと思います。でこのギャラクシージェルなんですけど、色付きのものでちょっと深いパープルみたいな感じのカラーが出てくるものなんですけれども、これを使っていきます。でこれに、似た感じというか同じパープルのカラーをですね、ちょっとクリア感のある感じで作っていきたいと思います。で色ジェルのパープル、このままできているこのパープルもあるんですけれども、こんな感じのちょっと白が混じったパープルではなくって、深みのあるパープルにしていきたいので、青と赤を混ぜて作っていきます。赤に青を混ぜます。私いつもやらかすんですけど、青は少しでいいんですけど、青を多すぎるとパープルのカラーがちょっと出にくくなるので、赤が多めで青は少しという感じで作ってもらうといいです。じゃあこのカラーにですね、クリアジェルを混ぜて柔らかく作っていきます。作った量よりちょっと多めにですね、クリアジェルを混ぜてください。赤と青を混ぜた感じでは深みいい感じだなと思ったんですけど、クリアジェルを混ぜるとやっぱりこんな風に優しくなるので、ここにですねさらに A の18番焦げ茶のカラーを少し混ぜてあげると、またよりですね深みのあるカラーになってきます。この深みのある焦げ茶に関してはクリアジェルを混ぜてから調整して入れてもらうといいです。これだけで全然深みのある感じになってきたので、このカラーを使っていきます。ではまずこの作ったカラーをフラット筆に取ってもらって、通常のベタ塗りをするような感じで塗っていくんですが、まずは根元にですね、ベタ塗りをする時と同じような感じで根元に伸ばしていきます。でそのまま爪先はクリアにしておきたいので、この辺まで伸ばしてもらって、右サイド左サイドも同じようにですね、この辺までですね。で全体的にちょっと均等にしてもらったら、今度は筆をフラット筆に変えてもらって、この境目を少しこんな風に逆グラデーションになる感じでですね、ぼかしていきます。フレンチラインに合うようにグラデーションにしていきます。柔らかいカラーなので馴染みやすい、本当に筆でトントンとやってもらうとタイダイ柄みたいな感じで馴染みやすいので、こんな感じにですねぼかしてもらったら、これで硬化します。では早速このネイルタウンのギャラクシージェル04番ですね、これさっき混ぜたんですけれども、どんどんと沈んでいっちゃうので、これしっかりと混ぜてあげてください。で使っていく筆はこのポイント筆を使っていくんですけれども、これくらいの量取っていただいて、この先端のところクリアで開けておいたので、ここにフレンチ状になるようにですね、このギャラクシージェルを置いていきます。これ綺麗なフレンチじゃなくていいんですけれども、大体のフレンチで取ってあげてください。グラデーションにした端を隠すようにフレンチラインにします。大体こんな感じで綺麗なラインにならなくていいんですけれども、このまま筆をですね反対向きにしていただいて、この境目をですね上に引っ張る感じで少しぼかしを入れていきます。でそしたら今筆にジェル残っているので、これしっかりとティッシュで取ってもらって、エタノールの細かいのがですね中に入り込んでいるので、エタノールで洗いながら筆に何もない状態にしてもらうといいです。でもう一度この境目をきれいにぼかします。これなんとなくでいいんですけれども、伸ばしていく幅は短めにグラデーションします。はい、こんな感じでぼかしてもらったら、今度もう一度ですねジェルを取ってもらって、これくらいです。今度は爪先に細フレンチになるような感じでジェルをしっかり置きます。キラキラしているので見にくいんですが、ライン上に置いていってください。でこんな風に置いたら、今ちょっとここだけ塊であるので、最初に引いたジェルとなじむようにですね段差をなくしていきます。でこんな感じに爪先にしっかりとジェルを置いていくのが大事になってきます。じゃあこんな風に置いていただいたら、早速磁石ですね、
この丸型のものを使っていくんですけれども、この丸型のもの、これを少し斜めに内側に自分向きにですね傾けていただいて、それをまずこの爪の根元のところからですねこのまま進んでもらうと磁石が沈んでいくのがわかると思うんですけれども、こんな感じに今沈んだの分かりますか？こんな風に沈めたら、今度はですねこの磁石を今度は反対にこういう風に傾けるように、今度爪先からですね近づけていきます。でそうするとキラキラが出てくるんですけれども、ほら分かりますか？でこのキラキラをこの先端に合わせてこんな風に出していきます。しっかりとキラキラがマックスのところぐらいまでですね出してあげてください。磁石のちょっとした向きでキラキラ具合が変わってくるので、あんまりこねこね動かすのではなく、ゆっくりですね動かしていくと磁石が動いていくのが見えるので、そんな風にやってください。で今この角度ですごくいい感じにピシッとですねラインが入っているんですけれども、これちょっと傾けると当然ですねまたラインがですねちょっといびつになってくるので、これが少し気になるので、この角度でまた磁石を寄らせていきたいので、同じようにですねこっち向きになるように根元から攻めていきます。でこれをちょっと調整しながらですね角度をちょっと変えつつ、磁石を動かしている時に動かしながらやっていくと全然ラインが定まらなくなってくるので、1箇所のところで固定していただいて、そこから動かしてラインを作っていくというふうに自分の見る向きは変えてもらうんですけれども、指の角度は変えずにラインを作っていくといいです。でちょっと微調整します。マグネットってここをもう少しと思いながら触っていると、触りすぎてしまってキラキラ具合がちょっとわからなくなってしまうことがあるので、そういった時はもう一度やり直すといいです。はい、こんな感じです。でこれがですね実際正面から見た感じのこの光のラインなんですけれども、角度を変えていくとでこれをもっと自分の方にですね倒していくとラインがなくなる場所も出てくるんですけれども、この細いラインがですね上げていけば上げていくほど太くなるという感じです。でまたこっち向きにしてもらうと綺麗にフレンチラインが動いていくのがベストです。はいとこんな感じになります。ではこれでですねもう最後トップジェルでコーティングしていきます。爪先のところだけマグネットジェルが乗っている分、トップジェルコーティングしていくときですね、爪先から根元にかけてしっかりとジェルを動かしていくといいです。このトップジェルも光のラインをしっかり出してあげるとマグネットフレンチも生えてきます。硬化します。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形まで整えます。じゃあ最後に艶出しのトップジェルコーティングしていきます。艶出しのトップジェルはもうさっとコーティングをしてしっかりと艶を出してあげてください。先端のマグネットフレンチなので根元にですねストーンとかが入ってくるとよりいい感じになってきますよね。はい、硬化します。はい、こんな感じで完成です。マグネットフレンチって全体をですねベタ塗りをしてから先端に寄せてというやり方もあると思うんですけれども、それだとどうしてもやっぱり真ん中ら辺とかですねにこのキラキラが残ってしまって、この先端に綺麗にキラキラが出ないっていうことが結構私もあったので、何かちょっといい方法がないかなと思って探している中でフレンチを最初に作ってしまってから、そこにラインを作っていくとこんな風に綺麗にグラデーションっぽくですね仕上がってくる感じが分かったので、こういう風にやっていただくと簡単に作っていけますので、ぜひやってみてください。で今回はこの秋ということでパープルのカラーを使っていたんですけれども、これもちろんブラウンだったりとか秋のカラーボルドーとかにもですねいろいろなカラーに合わせて楽しんでいただくことができると思いますので、この先端もですね今回はパープルのマグネットジェル使ったんですけれども、いろいろなカラーがあるのでそのカラーに合わせてこの根元のカラーを作ってという風にやっていくと楽しんでいけると思います。
そしてこのデザインを5本指でデザインしていくとしたら、4本はこのマグネットフレンチにしていただいて、残り1本をキラキラにしたい方は1本ベタのマグネットジェルでやっていただくといいと思いますし、ちょっと控えめにとかちょっと違う感じにという方は1本デザインをですね合わせていただくといいと思います。例えばヒョウ柄だったりとか、これからべっ甲柄とか、いろいろ冬のデザインに合わせてマグネットフレンチ合わせていただくといいと思います。またチップとして残していくのに外していったんですが、取り方が悪くて少しひび割れてしまいました。チップで見てもこのマグネットの輝きいい感じですよね。ぜひやってみてください。